お弁当一つ？貧乏人の単品注文いらねえんだけど。俺は受付で浴びせられる罵声に思わず硬直した。受付の女性は続ける。どんだけ手間かかってると思ってんのよ。中で食事するならまだしも持ち帰りって営業妨害じゃないの？俺を邪険にするその態度。さすがに黙っておけなかった俺は彼女に声をかけた。今すぐに支配人呼んで。その後に続いた俺の言葉に彼女は顔面蒼白になった。そしてこの直後、彼女自身に起こる災難と変わってしまった未来を今の彼女は想像すらしていないだろう。俺の名前は小森哲平。現在28歳。実家から車で50分の距離で一人暮らしをしている。実家には母が一人で住んでいる。俺と母は親一人、子一人で支え合って暮らしてきた。家族二人になったのは俺が高校生の頃。父が突然病を発症し帰らぬ人となったからだ。父は厳しくも優しく心が強い人で俺の憧れでもあった。俺が父を一人の人間として尊敬するようになったのは小学校6年の時、中学受験に失敗をしたことがきっかけだ。父は仕事が休みの日には俺の勉強に付き合ってくれて、母は塾の送迎や夜食などのサポートをしてくれた。しかし、俺はそんな両親の応援も虚しく、志望校にあと一歩届かなかったのだ。人生で初めて後悔した瞬間でもあった。もう少しだけ頑張っていたら、あと一問だけでも正解していたら、子供心に取り返しがつかない失敗だったと思ってしまったのだ。しかし、そんな俺に父は言った。失敗しても諦めなければいいんだよ。いつか成功だと思える日が来るさ。受験なんてそんなに取り返しのつかない大きな失敗じゃないよ。俺はその言葉にどれほど救われたかわからない。さらに父は言う。実はお父さんも中学受験に失敗したんだ。ちなみにその後大学受験も失敗したし、就職も第一希望の企業には入れなかったんだ。俺は驚いた。完璧に見えた父がそんなに何度も失敗をしていたなんて信じられなかったからだ。だけどな、そこでやさぐれることなく、ちゃんと前を見て歩き続けた。そのおかげでお母さんにも会えたし、哲平も生まれた。その後、仕事でミスをしても、最後まで諦めなかったから、お給料もちゃんともらえてるんだよ。だから今、お父さんはとても幸せなんだ。父はそう、俺の頭を撫でながら笑ってくれたのだ。その時の父の笑顔は、きっと俺は一生忘れることはないだろう。頑張って失敗したのなら仕方ないと思えた瞬間でもあった。だからこそ俺は何事も全力で取り組むようになったのだろう。中学は公立で必死に勉強して学年首位をキープし続けた。高校受験には中学受験の失敗をバネに全力で取り組んで見事に合格を勝ち取った。俺はそうやってこれから幸せになれると思っていたのだ。そして高校生になってしばらく経ったある日、突然大好きな父が亡くなったのだ。父は正しかった。中学受験なんて何のミスでもない。大切で大好きな家族を亡くした時ほど後悔をすることは他にない。それでも俺は母と二人で支え合い、立ち直った。父の教えの通りに人生を諦めることなく幸せに向かって歩いていくことを決めたのだ。
ただ、現実的に大学に行く余裕はなくなってしまい、就職をすることになった。もちろん大学には行きたかった。だけど、これは俺にとって何の失敗でもないと思えたのは父のおかげだ。別に医者になりたかったわけではない。高卒だからと諦めなければいけないことは、今の俺には何もなかったのだから。そうやって俺は高校卒業後、就職をし、社会人となった。それから10年経ったある日のことだ。俺は実家に帰るときに、母にいつもお土産を買っていた。俺が住んでいる場所は、実家があるところよりも少しだけ都会。地元と比べれば、美味しいものや話題のお店も多く、地元では見ないような珍しいものもたくさん売っている。お菓子だったり、お惣菜だったり、一人暮らしの母に美味しいものを食べてほしくて、いつも帰省の時には準備をしていたのだ。その日は職場近くにある料亭のお弁当を買っていくことにした。今日は忙しく、俺がお昼ご飯を食べたのは15時を過ぎてからだった。そのためお腹は減っていなかったが、母は俺が着く頃には夕飯を食べないといけないだろう。それなら準備や片付けもしなくて済むようにお弁当があればと思ったのだ。母にはお弁当を買ってくるよと伝えた。その料亭、いつか行って食べてみたかったの。お弁当でも嬉しいわ。と大喜び。俺は仕事が終わってすぐに料亭に向かった。いらっしゃいませ。お一人様ですか？受付の女性が俺に声をかけた。あ、いえ、お弁当をお願いしたいんですが。お弁当のご予約ですね。受付の方は俺の言葉を繰り返しながらメモを取り出した。竹弁当を一つお願いします。俺はそう言った。彼女はメモに書き込む。しかし、そのまま顔を上げて俺を見たのだ。他には？あ、それだけです。俺は少しだけ戸惑いながらそう言った。すると、受付の方はあからさまに機嫌を損ねたようなため息をついたのだった。俺はその様子に思わず唖然とした。すると、そんな俺に畳みかけるように彼女は言った。お弁当一つ？貧乏人の単品注文いらねえんだけど。俺はその言葉に硬直した。そんな俺を鼻で笑い、彼女は続ける。うちは作り置きじゃないの。お弁当一つ作るのにどんだけ手間かかってると思ってんのよ。中で食事するならまだしも、持ち帰りって営業妨害じゃないの？何？あんた、今日が金曜日で忙しいって分かって邪魔しに来たの？いや、そんなつもりじゃ。俺は憤りながらも下手に出てそう言った。すると彼女はさらに俺を見下すように。じゃ、キャンセルでいいわね。もう少しお金を稼いで、せめて店内で食べれるように頑張りなさい。と笑ったのだった。そのタイミングで俺の後ろに二人連れの客が入ってきた。俺から目をそらすと、受付の女はその二人を丁寧に案内した。立ちすくむ俺を客の二人は不思議そうに見ながら俺の隣を通り過ぎて個室に案内されたようだった。案内を終えた受付の女は相変わらずそこにいる俺に声をかけた。まだいたの？出直して。俺は怒りをこらえながら声を絞り出した。わかった。だけどその前に支配人を呼んで。は？女はそう笑った。支配人は忙しいの。貧乏人の相手をする暇はないのよ。俺がクレームを言うと思ったのか、支配人を呼ぶ素振りは見えない。だけど、
俺は食い下がる。いいから早く呼んで。来月の宴会100人分キャンセルするから。それを伝え終われば帰るよ。は？何言ってるのよ。女は首をかしげる。しかし、その声は震えていた。理解できないながらも、ただごとではないと本能的に直感したのだろう。俺はその言葉に何も言わなかった。彼女は仕方なく電話を取り、俺は彼女が電話をする様子をじっと見ていた。内線で支配人を呼んでいるようだ。その手は少しだけ震えていた。電話が終わると支配人は血相変えて飛んできた。そして俺の顔を見ると深々とお辞儀をする。そんな様子に彼女はやっぱり自分の発言の重大さを再確認したのか真っ青になった。小森様、ご予約の件だとお伺いいたしました。何か不都合でも？支配人の男性はニコニコしながらも冷や汗が流れている。キャンセルだと聞いたはずだ。しかし彼自身も信じられないのだろう。そうやって俺の機嫌を伺うように質問をする。そして俺はその質問にニコニコと笑顔を浮かべて答えた。ああ、それ。さっきも彼女に言ったんだけど、キャンセルで。どういうことでしょうか。日時の変更ならまだ間に合いますので。支配人は冷静さを保とうと必死だ。いや、もうここは使わない。お世話になりました。真っ青になる支配人。小森様、何か失礼がありましたか？我々に改善できる点があるのなら。その時だった。泣きそうな目をした受付の女性がつぶやいた。私のせいです。彼女の申告に俺も驚いたが、支配人はもっと驚いたようだった。桐田くん、何をしたんだ？どういうことだ？桐田というのは、どうやら受付の女性の名前のようだ。気がつかなかったが、確かに名札もしている。その彼女を怒鳴りつける支配人。ここに来て支配人も、とうとう冷静さも欠いてしまったようだ。客の前ですよ。叱責は客から見えないとこでやってください。申し訳ございません。俺が言うことでもないが、俺がそう言えば、支配人もまた冷静さを取り戻したようだった。とにかくキャンセルで。それでは。冷静になった支配人に再度そう声をかけ、そのまま店を後にした。苛立ちは収まらなかった。そのまま初めて何の手土産も持たずに実家へ帰った。おかえり。疲れたでしょ。そう言って俺を笑顔で出迎えてくれた母。自分では冷静なつもりだったが、やっと母の顔を見て落ち着いたことから考えると、俺も高ぶってしまっていたのだろう。ただいま、お母さん。ごめん、お弁当買えなかったんだ。俺はそう謝った。すると母は笑った。あら、そうなの。夜ご飯何か買ってこなきゃ。てっぺ、何食べたい？そういう母に声をかける。お母さんが良ければ、ラーメンでも食いに行かない？ラーメン？たまにはいいわね。じゃあ今から行きましょうか。ちょっとバッグ取ってくるわ。母はそう言うと、一度部屋に戻った。そして、俺の車に乗り、また出かける。その車の中で、母はずっと何気ない話をしていた。その話がなんだか落ち着いた。家から数分の場所にあるラーメン店。常連というほどではないが、何度か来たことがある店だ。昭和の大衆食堂のような店で、昔はわからなかった良さが今になってわかる。そういえば、父もこのラーメン店を気に入っていたような気がする。俺はチャーシュー麺を、母はラーメンを注文した。
空腹ではなかったはずなのに、母と一緒だからなのか、この雰囲気のおかげで気持ちが少し落ち着いたからなのか、簡単に完食することができた。その後も土日を実家でゆっくりと過ごし、気持ちをリフレッシュして、また月曜日から出勤した。月曜日、勤務を開始してしばらくしたとき、俺に内線が入った。お客様がお見えです。来客の名前を聞き、驚いたが、俺は彼と会うことにした。数分後、部屋のノックが鳴った。入ってきたのは、あの料亭の支配人だったのだ。小森様、いや、小森理事長、先日は大変失礼いたしました。お忙しいところ申し訳ございません。一言謝罪に伺いました。そう言うと彼は菓子折りを俺に差し出した。顔を上げてください。俺は彼にそう言った。そして二人ソファーに向かい合うように座った。ここは我が社の理事長室。理事長であり、会社の代表は俺だ。高校卒業後、俺は就職をした。だけど、俺のように親を亡くし、絶望している子供たちへ夢を諦めてほしくなくて、子供の支援事業を始めた。孤児院や施設、そしてそこを支援してくれる個人や法人をつなげる事業。お金だけでなく、いろんなものの寄付を募ったり、就職の斡旋、イベントの運営などを行っている。今では社員も100人規模になり、この辺りではちょっとした有名な NPO 法人の会社だ。そしてその料亭は会社の近くということもあり、うちが懇意にしているお店だった。広いお座敷もあり、忘年会や送別会など、その店を利用させてもらうことは多い。来月も全社員での宴会をそこにお願いしていたところ、先日の件があったのだった。支配人は相変わらず真っ青なまま俺に何度も謝った。社員教育が悪かった。当然お弁当は一つからでも準備はできるので、またぜひ利用してほしいと。受付の桐田さんも自分が働いた比例をきちんと嘘偽りなく支配人に伝えていたようだ。2日経ち気持ちが落ち着いていたこともあり、俺は支配人に言った。彼女もちゃんと支配人に話してくれたようですし、支配人もこうしてわざわざ出向いてくださり感謝しています。彼女の態度は決して許されることではありませんが、そうしてミスから学ぶこともあるはずです。来月の宴会は予定通りにお願いしたいのですが、可能でしょうか？もちろんです。社員一同お待ちしております。俺の言葉に支配人はとても感謝してくださり、何度もお礼を言ってくださった。そしてその翌月、無事に宴会をそこで行った。支配人はわざわざ俺に挨拶にも来てくださり、サービスとして全員分のデザートをグレードアップしてくださった。これからもご近所同士、地域のために頑張りましょう、と挨拶を交わし、今後の交流も約束した。しかしそんな中、気になることがあった。あの受付の女性、桐田さんの姿が見えなかったのだ。俺は帰りにみんなを見送ってくれた支配人に声をかけた。支配人、今日はお世話になりました。いえいえ、こちらこそ、ご満足いただけたのなら幸いです。ところで、先日の桐田さんという受付の女性が見当たらないのですが、本日はお休みですか？すると、支配人は一瞬口ごもったが、一呼吸置いて言った。彼女は一身上の都合で退職をしたいと申し出て、先月いっぱいでここを辞めました。まさか俺のせいで責任を感じて？その言葉に支配人は大げさに言う。とんでもないです。
彼女なりの考えがあったのでしょう。小森理事長のせいだなんて決して思わないでください。偶然退職のタイミングが重なっただけだと、支配人は俺が気を使わないようにいろいろ話してくれたが、どうしても自分に関係があるような気がしてならなかった。だとしても彼女がどこにいるか調べようがない。そんな個人情報を教えてもらえるわけもない。そうですか。彼女も幸せに過ごせていることを願います。と、そんな当たり障りのない言葉を言うと、支配人は感謝の言葉を口にした。そして、この件は落着した。後日、その料亭のお弁当を母に持ち帰ると、母はとても喜んでくれた。お店にも食べに行きたいというもんだから、いつか連れて行くと約束をした。それからまたしばらく経ち、俺は実家に帰省をしていた。昼食の相談をしていると、母が言った。またラーメン食べたいわ。珍しいね。またあそこ行く？俺の言葉に母はうなずいた。先日久しぶりに行って美味しかったからまた行きたかったらしい。だが一人では行けず、俺を誘おうと思っていたのだそうだ。時刻はちょうどお昼時。今行けばお客さんも多いだろうから、と少し時間をずらして1時過ぎに二人で車で出かけた。ラーメン店に着いた時はまだ並んでいる人もいた。夜はそうでもない印象だが、昼はとても繁盛しているようだ。しかし、ちょうど俺たちが並び始めたのが最後だったのだろう。俺たちの後には誰も並ばなかった。いらっしゃいませ。お二人ですか？自分たちの番が来て、店内に入れば明るい声が聞こえた。夜とは少し雰囲気も違う。活気があっていいな、とそう思った時だった。はい、二人です。こちらのお席へどうぞ。母と話した受付の女性に見覚えがあったのだ。髪の毛は以前のようにかっちりとセットしているわけではなく、ポニーテールを一つ結びに三角巾。化粧も薄いし、落ち着いた笑顔ではなく、元気いっぱいの笑顔。印象は全く違うが、すぐに分かった。それは、あの料亭で受付をしていた女性だったのだ。お水を持ってきてくれたり、注文を取りに来てくれたりと、俺らの席に何度も足を運ぶが、彼女は俺に気づく様子はなかった。忙しそうだが、終始笑顔でとても素敵な接客態度。小さな子供にも優しく接している。俺はつい目を引かれた。それと同時に、あの料亭を辞めたのが俺のせいなら、謝らないといけないと思ったのだ。食事が終わって、母に先に車に乗ってもらうように伝えた。もう昼時は過ぎて、俺たちの他には親子連れがいるだけ。レジに立つと、彼女が気づいて急いでレジを担当してくれた。ありがとうございます。1860円です。俺はその言葉でお金を差し出しながら言った。人違いだったら申し訳ないんですが、あの料亭で働いていた桐田さんじゃありませんか？俺の言葉に彼女は手を止めて俺の顔を凝視した。そして真っ青になり、あ！とつぶやくと硬直した。先日は申し訳ありませんでした。途端に笑顔が消え、しどろもどろになる彼女に声をかける。どうやらやっぱり本人で間違いないようだ。いや、怒ってるわけじゃないんだ。君が辞めたって聞いて、俺のせいだったのなら謝りたくて。その言葉に彼女は目を丸くした。そして、やっと少し安心したように笑う。とんでもないです。あなたのせいなんて全く思っていません。むしろ気づかせてくださり、ありがたく思っています。え？ここ、
私の実家なんですが、子供の頃からラーメン屋の子って言われるのが嫌で、高級料亭に就職したから自分が高級料亭の人になったと勘違いしていたんだと思うんです。ラーメン屋の子はいつまでもラーメン屋の子なのに。そう笑った彼女は話しながらレジを打ち、お釣りを正確に俺の手に乗せる。だけど、今ではラーメン屋の自分も気に入っているんです。っていうか、料亭とかラーメン屋とか、そもそも比べるものじゃないって、今になってやっと分かったんです。人生っていくつになっても学びですね。俺はお釣りを財布に入れながらその言葉を聞いていた。彼女と話して分かったことがある。彼女は本当に素直な人だということだ。自分のミスを支配人にごまかさず報告したり、何事からも学ぼうとする。とても素敵な考えだと思った。俺、ここのラーメンが大好きです。また食べに来ますね。そう声をかけると、彼女が俺を見ていた瞳は、ゆっくりと弧を描く。ありがとうございます。またぜひ、お待ちしています。実家に戻る車の中で、母に、機嫌がいいわね。なんて言われるほど、俺は彼女と再会できたことが嬉しかった。ずっと気になっていた彼女が、今幸せそうで、心から安心したのだ。その後も、俺は帰るたびにラーメン店に立ち寄った。彼女はいない時もあったが、会えば必ず俺に笑顔で声をかけてくれる。そしていつからかサービスにチャーシューを1枚多く乗せてくれるようになったり、餃子を1つ多く出してくれるようになった。俺がそれを言おうとすると、口に人差し指を当てて、シーッと黙るようなジェスチャーをして笑った。いつからかラーメンを食べることではなく、彼女に会いに行くことが目的となった俺。その気持ちを伝えると、彼女も、小森さんが来てくれるのが楽しみだった。と、俺の気持ちを受け入れてくれた。そして、俺たちは外でも会うようになり、一緒に食事に行ったりして、いろんな話をした。彼女のことを知れば知るほど、俺は彼女に惹かれた。そして晴れて恋人同士となった。頻繁に実家に帰省はしていると言っても、遠距離で会えるのは週末だけ。交際を始めてしばらく経った頃、俺は彼女に言った。うちの会社で働かない？しかし、その提案を彼女は断った。すごく嬉しい。哲平くんの活動や会社は本当に素敵だと思うけれど、私は今、ラーメン屋の自分も気に入ってるの。お父さんとお母さんをそばで支えられる仕事なんて、他に探しても見つからないでしょ？もうお父さんもお母さんも若くないし、親孝行もしたいんだ。と話してくれた彼女。そばにいたいという思いだけで、うちの会社に誘った自分が情けないと思った。彼女は転職を見つけていたのだ。本当に尊敬できる人だと思った。あの時の失礼な態度とは別人のよう。たまにそれを掘り返してからかうと、本当に落ち込んでしまい、もうからかうことすらできないくらい深く反省しているようだ。彼女はもう二度と人に対してあんな態度は取らないはずだ。相手が俺だったからというのも確かにあるけれど、彼女の失敗は取り返しのつかないものではなかった。その後、自分の人生を見つめ直し、諦めず頑張った彼女だから、幸せだと思える道を見つけることができたのだろう。俺が実家に帰ってくる回数は必然と増えた。母も嬉しそうだ。彼女のことも紹介すると、さらに喜んでくれた。1年ほどの交際期間を経て、俺は彼女にプロポーズをした。良い返事をもらうことができ、俺たちは結婚することが決まった。お互いの職場の中間地点というよりも
彼女の職場に近い方に住居を構えた。俺の職場は少し遠くはなるが許容範囲だ。そのうち子供ができれば彼女の通勤などの負担を少なくしていた方が家族のためになるだろう。それに彼女は両親や俺の母も支えたいと言ってくれた。自分の両親だけでなく、俺の母のことまで気にかけてくれる彼女に頭が上がらない。俺もできるときはリモートで仕事をしたりして、自分の父親のようにどんなに忙しくても家族を大切にできる男になりたいと思っている。人生は何が起こるかわからない。これから先、想像すらしていない出来事にぶち当たったり、失敗をしたりもするだろう。しかし、父の教えだった失敗しても諦めないということを胸に、これからも妻と二人で頑張っていきたいと思う。そして、いつか生まれてくるであろうすべての新しい命が幸せに暮らせる社会を作れるように、自分にできることを頑張っていきたい。